ちょっと、もう少しだった。最初、無理だよ。最初やった。あれ、回るかな。それも不問だ。ものすごい急な坂です。あ、すごい。雄大な筑波山の風景、歴史の情緒を楽しむライド、最高に爽快なワインディングを登る。急勾配の坂に泣き、絶景に笑った。バイク歴2ヶ月だった私の筑波山ツーリングの映像です。お楽しみください。百名山の一つ、筑波山には信じられないくらい急な坂があります。公道デビュー後2ヶ月ほどだった頃に上り下りし、恐怖体験を味わった。その時の体験を映像とともに紹介します。上りは日本の道百選に選ばれている筑波道の急坂を上ります。初心者の私には結構怖いシーンもありました。風返し峠からは西に向かって降りる県道42号の恐ろしいほど勾配がきつい急坂を降ります。坂が急すぎて本当に泣きそうになりました。最後は風返し峠からつつじが丘の絶景ライドを楽しみます。ではぜひ最後までお付き合いください。つくば市北条の商店街にある標石が筑波道の始まりです。はじめのうちしばらくは住宅街を抜けて走ります。筑波山は太古の昔から信仰の対象でした。徳川家光の時代に整備された参道が筑波道です。今はもっと広くて便利な自動車道が別に整備されましたが、今回は歴史の深い筑波道で登っていきます。道中にある大郵便局では昭和時代の古い郵便ポストが現役で使われているんですね。神郡地区には筑波山を後ろに通りの両側に古い家並みが10軒くらい並ぶ一角があり、歴史情緒が感じられます。両側が開けてきれいな風景を少し走った後で、住宅地を走りながら少しずつ坂道になっていきます。坂道の勾配は徐々に急になっていきます。ちょっと、もう少しだった。筑波道の途中にある井田さんは田舎そばが評判の有名店です。石造りの鳥居を抜けると道は細く、そして勾配はものすごい急になっていきます。コンクリート製の道路はスリップしないように横方向に溝が掘ってあります。分かれ道、右に行くと階段があるとのこと。バイクなので左に道を取ります。さっきの看板をもっとよくカメラに収めようと思ってバックしようと思ったのですが、この急坂でバックとか無理です。あ、綺麗な古民家。古い民家を改造したカフェでしょうか。素敵な雰囲気ですね。住んでる人たちは自動車でここまで上がってくるんですね。すごい運転技術。
県道が車両通行困難であるという看板がありました。うわ、見たまま。これは現役の郵便局ですね。ちょっと自動車で入ってくるのには不便そうです。やっと新しく走りやすい通りに出ました。筑波山神社の大鳥居が見えてきました。観光案内所の前の駐車場の風景です。見晴らしが素晴らしいです。ここからは新しく走りやすい道を通ってさらに上を目指します。ここはさっき登ってきた筑波道の入り口ですね。バイクを買ったばかりの頃はカーブとか興味がないつもりだったのですが、こういうカーブしながら登っていく道路、バイクで走ってみると最高に楽しいです。風返し峠に到着します。ここを左折するともっと上のつつじが丘に向かいますが、まずはまっすぐ進みます。筑波山はバイク規制が厳しいです。ここから右に行く筑波山スカイラインはバイク乗り入れ禁止です。もっと右の側道はレストランですね。正面も左のルートはバイク禁止。右は大型車禁止だけどバイクは禁止されてません。来た道以外で風返し峠から降りれる唯一の道を行きます。県道42号線です。私はバイクでこの道は初めて。自動車でも多分通ったことがない道です。両側に全く持ってて、観光客から一番ないね。怖いな。映像では分かりにくいかもしれませんが、勾配もものすごい急です。初心者の私にはもうドン引きの急勾配でした。両側に枯葉も積もってるし、こんなところで対向車来たらすれ違えるのだろうかと不安になります。やった。よいしょ。引っ張ってくれる？いけるかな。まさかの枯葉の上にバイクを止める羽目になってしまいました。枯葉地帯から無事に脱出。
くるくるもあるんだな。そしてしかしこの道、普通車は下りも通行禁止とかではなかったです。自動車同士での行き違い、どうするんでしょうね。風景がきれいな林に変わります。けれども勾配が急すぎて景色を楽しむどころではありません。風返し峠からずっと1速で走っていて2速に入れるとか考えられない。最初無理だよ。期待しちゃった。あれ回れるかな。それも疑問だ。どうか。綺麗だ。この辺りではいつまでも道は細く急勾配が続くのでもう泣きそうになってました。ちょっと広いところに出れない。ああ、ここ来た。今どこら辺かちょっと見てみる。これ行けんのかな。今どこ。地図を見ても急勾配がどのくらい続くかは分かりませんでした。この勾配で U ターンすることが怖くなっちゃって、とりあえずもう少し進んでみることにしました。まだまだ急勾配ですが、林のあたりと比べると少し緩やかに、そして道も少し太くなってきているようです。この辺りに来るともう大丈夫かなって思い始めてました。眺めが開けるとやっぱり綺麗でいいですね。遠くに左右に割れてしまっている山が見えます。あれ、何の山なんだろう。ガードレールがひしゃげてしまっています。車でぶつけちゃった後でしょうか。ここもですね。ここのガードレールも曲がってしまってます。いよいよ里に降りてきました。この下りはものすごい急勾配が長く続いたので、無事に降りてこれたことがなんかすごい達成感です。ここ茨城県笠間市は
のんびりした田園風景が美しい地域です。山を降りる途中で見えた割れた山を探してしばし平地のライドを楽しみました。山は笠間市にある龍神山で、筑波山からは採石場が見えていたのでした。筑波山を降りた辺りからは 10km ほどの距離。この辺りでは土浦市や桜川市にも採石場があります。採石によって斜面が剥げた山の風景って迫力があって私は好きです。帰りは来た道を戻ります。県道42号線を今度は風返し峠に向けて登っていきます。さっきあれだけ泣きそうだった坂道ですが、上りだと全然楽勝です。この日は急坂をたくさん走ったので、ちょっと慣れたのかも分かりません。さあ、風返し峠まで無事に戻ってきました。せっかくなのでつつじが丘まで登ってみることにしました。つつじが丘は筑波山を自動車で登れる最高点で、ロープウェイの駅があります。うわー、すごいな。カーブしながら登るワインディングを楽しめるだけでなく、道中に関東平野の眺めが開ける絶景ライドでもあります。グリーン車は1キロ。これどういうこと？あ、これなのね。はい。10分まで無料だったって。実は私はバイクで有料駐車場ってまだほとんど止めたことないのです。ゲートで少し戸惑ってしまいました。結局何もせずにつつじが丘を後にしました。下りの道中の眺めは最高です。見とれてしまわないように要注意ですね。あー、すごい。風返し峠に戻ってきました。この後は整備された走りやすい道路でつくば市に降りておしまいです。ちなみに筑波山の麓の辺りの道路は綺麗な風景が広がっているので、この辺りをライドするのも私としてはお気に入りです。ご視聴いただきありがとうございました。面白かった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。